金属で作るロボットっていうのは近寄りたくないなっていうところ多分こう生理的に感じると思うんですね。形や柔らかさにも文脈を与えることができる。複雑性をこうちゃんと捉えていく、単にこう柔らかい方へ柔らかい方へっていうだけではなくて、必要なら硬さも使う、大胆さも持ちつつ、機械工学をもうちょっと拡張できればっていうことなんですね。ご紹介いただきました新山です。このような素晴らしい賞をいただいて大変光栄に思いますし、こうやってですね、私の研究の話を多くの人に、する機会もいただいて本当にありがたいと思っています。柔らかいロボットのデザインということでお話ししますが、ちょっとまだ私自身硬い感じなんですけど、ちょっとだんだん緩めていきたいと思います。それでですね、ロボットのデザインっていうと日本語だと設計って言っちゃうとですね、ちょっとロボット寄りではあるんですけど、またデザインと違うニュアンスを持っちゃったりするんですけど、私はですねその辺ちょっと混ぜて設計したりデザインしたりということをやっていっています。去年にですね明治大学東京大学から明治大学に移りまして、晴れて自分の研究室を持ちまして、名前を付けようと思いまして複雑ロボットシステム研究室という名前にしました。柔らかロボット研究室でもよかったんですが、柔らかいの裏に何があるだろうといろいろ考えまして、サイエンスってこう切り刻んで単純にしていくってことをやっぱりやっていくのが伝統なんですけど、今からですね複雑さをもうちょっとちゃんと扱っていくというか挑戦していく必要があるんじゃないかと思って、こんなちょっと長めの名前を付けましたが、学生からですねちょっと複雑そうだなと思われている節がありまして、ちょっと怖がられてますけども、ロゴはですね、膜というか、空気というか、紐のようでもあり、ちょっとガチャガチャした感じで、生き物みたいなロボットを作っていく研究室です。ちょっと身近な研究室の様子を少しご覧いただければと思いますが、ちょっとごちゃごちゃしてますね。今はちょっときれいになって、右側はもうちょっと汚くなったみたいな、感じになってます。こんなとこで招き猫はロボットではないんですが、この時オープンラボやってまして、みんな入ってきてねということで、置いてました。ちょっと最初略歴に変えてということで、私がまだ学生だった2005年から2010年ぐらいに薫陶を受けた、勝手に薫陶を受けたと思ってる方々をちょっとご紹介しつつ、私のちょっとバックグラウンドというか、趣味というかをお話ししますが、佐々木先生深澤さんもちょっと右に入っております。私の先生国吉先生という方で、長年、指示させていただいたんですが、この方、ロボット、知能の研究の方で、身体性知能エンボディードインテリジェンスですねというのをやっていらっしゃいます。で学生の身の時に、この本を読んだりして、身体性なんとなくですねその時私なりになんか今のロボットちょっと違うなと、何かの表紙にすごく、間抜けなというか、例えば何かを持たせようとするんだけどそのものをこう人間が意地悪してずらしちゃったりするとロボットなんかそのままの動作しちゃったりするんですよね。そういうところがあるのに対してこの身体性知能っていうのは結構私にとって新しい視点、明快なそのなぜロボットがなんでしょうね硬い動きをするか、あるいはそういうちょっと間抜けな動きをしてしまうかを説明してくれた、考え方思想でした。
でちょうどですね東大佐々木先生がいらっしゃって、アフォーダンス、ギブソンの論文を読んだり、関連の論文を読み会をやっていらっしゃって、私もちょっと、参加したことがありました。で生態心理学もですねやっぱりこうロボットってメカニズムって言っちゃうわけですね。でもこの生態心理学、佐々木先生のお考えはもうちょっとこう環境、この包囲するものに目を向けるものだったので、これまた非常に発想の転換というかがあってこうガーンときた覚えがあります。またですね、深澤さんがその時東大で講義を開いていて、私もこう潜り込むというか参加させていただいてて、ファウンドオブジェクトですね、これまた何でしょう、ロボットって非常にこう目的を持って役に立つように作るっていう考えに対して全然違う考え、提示していただいて、今日のプレゼンみたいな形でいろんな、プロダクトやアイディアを紹介していただいて、普段研究しているのと全く違う脳みその使い方をした、時間だったなと思い出します。であとその後ですね MIT メディアラボというところに研究に行って、石井先生という方に指示したんですけど、石井先生結構厳しい方で相づちとか絶対打ってくれない方ですね。もう会ったらチャンバラっていうような方で、石井先生には本当に学ぶことは多かったんですけど、情報を触れるようにするっていうような研究をしている方ですね。それで、石井先生には、研究以外にもですね、デザイナーなのか研究者なのかと、そういうのを自分で名乗るなと。何でしょうね、私はそのエンジニアですっていうと、お前はデザイナーでもエンジニアでも研究者でもサイエンティストでもなれるといったことを言われたことがあります。こんな方々からこういろんな影響を受けたんですが、私自身身体性知能をこう引き継いだというわけでもなく、ファウンドオブジェクトちょっとファウンドできなかったこともよくありましたし、なんとなく国吉先生とかに対してはですね、なんとなく親不孝者というイメージがあったんですけど、今思うと、単にこういう尊敬する方々、影響を受けた方々のフォロワーになるより、なんか自分の中心が別のところにあって、それをこう追いかけてきたことを、今幸せに思っています。でここからですねちょっと柔らかいロボットのご紹介していきたいと思いますが、柔らかいロボット2010年ぐらいから、名前がついて、研究されてきたもので、柔らかい材料を使ってロボットを作ろうというわけですね。柔らかくすると歯車とか、ネジとか、ロボットらしい要素が、役に立たなくなると。柔らかいネジとか役に立たないですよね。そんなわけでいろんなやることがあるわけですけど、かといってですね、全部ぐにゃぐにゃにするというわけでもないと。なので、骨抜きロボットばっかりではないと。ボーンレスですね。ボンレスハムってありますけど、あれボーンレスって意味なんですよね。皆さんご存知ですかね。ボンレスロボットも結構面白いっていうことが、皆さんこう気づき始めて、ロボット研究者の間で結構盛り上がってます。ホットな分野ですね。で一方でですね、強いロボットもこうやってあります。いかにも強そうな感じですけど、ロボット、硬いロボットも結構ご存知の通り結構いろんなことができるようになってきて、それの最高峰の一つが、ボストンダイナミクス社のこういうロボットですね。もう素晴らしいという感じですね。これはこれでいいなと。なんというか私もメカ好きなので
なんでしょうね、こうヤマハとか川崎のバイクかっこいいなみたいな思いはあるんですけど、でもやっぱり私の中心はもうちょっとなんか違うところにあって、一つはですね、強そうかっこいいだけど多分近寄りたくないなっていうところ多分こう生理的に感じると思うんですね。で実際近づくと、多分ポカンってやられて痛い思いをするんじゃないかと思うんですが、そういうところがロボットにはあります。でやっぱりそれ、単純に言えば硬いからですよね。それで、硬さでいうとですね、いろんな材料をちょっと並べてみましたということで、左の方が柔らかいもので、右の方が硬いものがあると。で金属で作るロボットっていうのは、かなり偏ったところの材料ばっかり使ってるなと、機械工学っていうのはそういうもんですよね。で、ソフトロボティクスっていうのは、ゴムを使ってるのでちょっと柔らかい感じですね。で人間はというとですね、とっても柔らかい部分もありつつ、刃みたいなのはすごく硬いということで非常に幅があると。それで、私が思うソフトロボティクスっていうのはですね、単にこう柔らかい方へ柔らかい方へっていうだけではなくて、こう、必要なら硬さも使う、大胆さも持ちつつ、今まで使えてなかった柔らかいものも、ちゃんと使えるようになろうという、機械工学をもうちょっと拡張できればっていうことなんですね。それでこれはですね、場所空間的に柔らかかったり硬かったりってことなんですが、もっとダイナミックな、時間的に硬さと柔らかさを、変えるっていう話も多分あると。でこれはですね、私がメディアラボ石井先生のところに行った時に、やってたことですが、こういう曲がる、柔らかい技術があって、これちょっと電話だと思ってほしいんですけど、リンリンと鳴ると、鳴りながら動きますと。で受話器みたいな形のカーブを描いたり、あとちょっとこう手首に巻きついたりとか、あとはこうパンパンにするとですね、硬い板にもなるんですね。ということで、硬さと柔らかさ、形にもそうですけど、静的なスタティックな形っていうのは、決めてそれを人間がどうにか工夫して使うものですけど、もうちょっと形や柔らかさにも文脈を与えることができる。ただ多分インタラクションデザインとかやってる方は厄介だなと思うんですよね。どんなコンテキストでどんな形をすればいいかを決められるとしたらどうすればいいかってやっぱり未解決の問題だと思います。私も答えは持ち合わせてないんですけど。でもう一つですね、硬さと柔らかさを変えられるといえば、私たちのやっぱり体、特に筋肉こうバキバキにもできますしぐにゃぐにゃにもできる。で人体のすごいところは、力強いっていうのもそうですが、脱力できるっていうのもすごいところで、普通のロボットは脱力できないんですね。そんなところで筋肉すごいんじゃないかと思いました。で筋肉ということで肉を持ったロボットをいろいろやってきたんですけれども、ロボット言ってきましたけれども、多分皆さんあんまりロボットって工場で働いてるのであんまり見ないですよね。こんな感じで今ロボットといって売られているものの大半はこんなものですね。何万台何百万台と出荷されて動いています。でこういったロボットも役立っていいんですけど、なんかもうちょっと生き物っぽいロボットを作りたいなと、学生の時思いました。で最初作ろうとしたのはですね、猫型ロボットですね。適当なスケッチを最初書いたんです。でこれ見せたら国吉先生には何をしたいのか分かんないって怒られました。ただ猫が好きなんじゃないかみたいなことをですね言われて、その通りだったのでそうなんですけど、猫といってもですね、じゃあヒゲなのか、尻尾もあるし研究ってフォーカスが必要なんですよね。
何を明らかにしたいのかと。で私の場合はですね、と考えて、壁にピョンと飛び乗るようなジャンプ力、そんなところにしなやかさが現れるんじゃないかと思って、ジャンプ力に注目しました。で早速できたものをご紹介するんですが、こういうものを作ったんですね。これはですね、黒いところが人工筋肉で白いところがナイロン製の骨でありまして、スロー映像ですけど、こんなふうにピョンと飛び乗ります。で最初はですね、猫型ロボットと言ってたんですけど、皆さん何型だと思うかということですけど、いかがでしょう。カエルですよね。皆さんカエルカエルとおっしゃるので、最初はですね、いや猫なんですよって言ってたんですけど、私もそのうちカエル型でいいですということになりまして、うっかり前足とかをつけ忘れてますし、尻尾もないですし、猫らしさはないんですね。でもカエルもジャンプが得意なので、ある種ジャンプ力を突き詰めていったら、よく形は機能に倣うって言いますけど、これはこれで良かったかなと思っています。で当時ロボットをこうやって元気に動くロボットはあんまりなかったので、これはいいぞということでいろいろ作っていきました。それでこの時使ってたのが人工筋肉というものです。これ手作りしてるんですね。私はそんなにムキムキしたタイプじゃないんですが、ロボットにせっせと筋肉を作っていました。筋トレじゃないですけど、そういうことをやってました。多分もうすごい本数作りました、この時。でそんなふうにですね、筋肉を手作りしつつ、次作ったのが、さっき深澤さんが、言及していただいたこんな走るロボットでした。で発射台があってですね、5歩ぐらい歩いて、見事に転ぶと。でこれもですね、やっぱり転べるで転んだ後ぐったりしちゃうのは脱力ができてるからなんですね。でそれはモーターで動くロボットではやっぱりできないことです。これはカメラとかついてないので目をつぶって走ってるみたいな状態ですね。でここで分かったこといろいろあったんですが、まず身体は思い通りに動かないということですね。赤ちゃんとかお年寄りはそんなこと知ってると思うんですけども、結構体、思い通りに動かしてるつもりでいると思うんですが、特にですねロボット制御っていうのは本当に思った通りに動かすというのが枠組みです。それに対してもう身体は思い通りに動かない、筋肉がちゃんと動かないということをもう受け入れて、でその中で、ロボットを宙に浮かすのと地面に置くとので姿勢が変わるんですね。硬いロボットではそうはいかないです。そういったことをですねちゃんと織り込んだ上で、どうやって動くかを考えるようなやり方をしました。あとはですねスポーツバイオメカニクスの試験も非常に面白くて、走るつもりで動いてても実際体がやってることは、前に進もうとかではないっていうことが分かってるんですね。まず筋力よりバネっていうのはあります。なのでアキレス腱は大事というのが一つあって、で走るっていうとですね、地面を蹴る、後ろに蹴り出すって感じがすると思うんですけど、実際はですね結構下に踏むんですね。というのは、重力に打ち勝つ力のベクトルの方が大きいんですね。なので結構踏んでちょっとそれがずれてるだけで前に行く力と、重力の、合力でうまいこといくと。あとはですね足を後ろに地面を送るっていう感触かもしれないんですが、実はそれよりは、足をせっせと前にどれだけ引きつけるかの方が大事で、あとはもう踏むと足は自然と後ろに流れる、そういうですね実はやろうとしてる意識と体が起こしていることと
結果である運動っていうのが、意外とどれも食い違ってるんですね。その辺が面白いところでした。でこれはですね、もうちょっと例えると、もう本当に単純化するとですね、弾むボールを考えていただくと、非常に複雑な軌跡を美しく描いているわけですけど、僕らがですね、物理法則などを知らずにこれを作ってくださいって言った時どうするかと、ボールをですね棒の先につけてこういうふうに放物線を計算して動かすこともできると思うんですよね。でもこれはもちろんゴムボールを単にポンって投げればこのような軌跡になるってことは分かると思うんですね。でこれの複雑なバージョンが、走るロボットであって、走るという運動の表れっていうのがそのまま作るものではなくて、いろんなものを織り込んで、でも意外と単純な原理で、実現されうるんじゃないかということを示唆していると思います。この辺が研究の面白いところですね。それで筋肉ロボットをたくさん作ってきましたが、もうそうなるとですね、やっぱり身体構造に非常に興味が出てきて、ボディプラン、生物学の用語ですけど、どんだけ足があるかとか、口がどこにあってお尻の穴はどっちとか、そういうのをボディプランと言います。そういうのが気になってきて、いろいろバリエーションを考えるようになって、筋骨格ロボットはですね、我々の体みたいな、内骨格系と呼ばれてますね。でこれを裏返すと、甲殻類、昆虫とかカニとかの体になるかなと。つまり骨にあたるものがシェルになって筋肉は内側にしまわれると。これはこれで面白いので昆虫の研究なんかもやってるんですね。でちょっと右の方に美味しそうな絵を描きましたけども、美味しいところって筋肉なんですよね。僕もカニ大好きですけど、筋肉食べてるわけですよね。なので動くための器官である筋肉を食べてですね動いてて、なんかその辺も非常に面白いですね。骨と筋肉で、そんな、ちょっと食関連ということでおぞましくてすみませんが、これ韓国に行った時プサンで食べたチョップドタコですね。動いてますね。生きててすごいニョロニョロしておりますが、これはこれで面白いボディプラント。これはですね専門用語で言うと、液体包骨格、筋肉包骨格などと言います。ちょっとこの落差を楽しんでいただければと思うんですけど、タコもですね非常に面白い体の構造をしていて、骨ないですよね。でもいろんな体勢を取れると。でこれは筋肉の束なんですよね。でこんなことを調べつつですね、タコ型というか象の鼻ロボットなんかも作っていてですね、右は、ダチョウですね。これは骨があるんですけど骨がとっても多いタイプの、ロボットアームですね。で左は、象の鼻みたいにボールを持ってですね、柔らかいのでブラ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 させて弾みをつけて投げるようなこともできますし、伸び縮みしたりもできます。こんなちょっと変わったロボットアームなんかも作ってます。で、最後に、肉のあるロボットの話をしましたが、従来のロボットは骨だけという形で、肉足して、あと皮足せば結構いいんじゃないかということで皮だででも皮だけになっちゃったんですが、皮だけのロボットという面白い、ボディプランも、最近いろいろ試しています。でそれはですねインフレータブルロボットと呼ばれてまして、分かりやすくはディズニーのですねベイマックスっていう映画がありまして、あれに出てくるベイマックスロボットはまさにインフレータブルロボット
で、決してディズニーが先だったわけじゃないんですね。むしろロボット研究室で風船ロボットをやってるのを見た、ディズニーの人が、インスピレーションを受けて、膨らませてベイマックスに仕立てたというのが背景ですね。ちょっとこういう変わったロボットが作られていまして、軽い大きい、そんなロボットです。で我々が作ったロボットを2種類ほどご紹介しますが、まず試作品ですね。この緑のぐちゃぐちゃを見ていただきたいんですが、なんかあっという間にニョロっと出てくる。これとても柔らかくて、この左このロボットとハグして楽しんでる私の写真があります。これも脱力をですね楽しんでいただきたいんですが、もう元気がないこのぐったり感が面白いロボットですね。最初本当にコンパクトなんですよね。これ多分機械工学でも何でもない、縫い物で作りますから作り方も違うんですよね。でもそういうのも、ロボットって呼んでいいんじゃないか、研究対象として面白いんじゃないかということでやってます。あとはこれはですね似たような、ロボットを、遠隔操作ロボットにつけまして、外出なんかできない方でも遠くで、自分の代わりに、動いて回ったり人と会話したりできるロボットとして作られたものです。人型ロボットってなかなか普及しないんですが、やっぱり転んだ時に危ないっていうのがですねどうしても解決できないんですが、こういう軽いロボットであれば安く、そして人間らしい身体を持って遠くで、インタラクションするんじゃないか。ダンスですね。ダンスなんか本当に、役に立つのかっていうと直接的には役に立たないですが、非常に何でしょうね、可愛らしいというか、愛想を感じる部分であります。こんな研究をいろいろしてきました。最後にですねちょっと立ち返って、哲学関連で有名なサイモンの「海辺のアリ」というお話で、ちょっと締めたいと思いますが、複雑ロボットシステム研究室を立ち上げて、複雑さに挑んでいこうと思ってるんですけど、ただにですね複雑なものを複雑なまま扱いたい。ただでも複雑さの背景を考える必要があると。そんな時にですね、身体性知能につながる考えですけども、アリが、これ思考実験ですよね。海辺をうろうろしているアリがいますと。でアリの軌跡を見るとですね非常に多分複雑なんですね。ただだからといってアリがそんな複雑な機構を内部に持って歩いてるってわけじゃなくて、よく見ると海辺のこの環境の構造に従って例えば何かにぶち当たったら右に行く左に行くっていうのを繰り返してるだけかもしれないということで、この辺り複雑性をちゃんと捉えていくために、ものだけじゃなく、ロボットだけじゃなくて、それが置かれた状況、あとは環境ものに人間も入ってきますよね。海辺を人間が歩いてくるかもしれないと。で人間は人間で、インターナルシステムを持った他者なので、他者が入ってくると、さらに複雑と。こんなあたり、非常に挑戦的ですけども、ちょっと楽しいテーマなので取り組んでいきたいと思っています。ということで、私の話はこれでおしまいですが、柔らかい発想、柔らかいロボットということで未来のサイエンスあるいはロボット学に向けて、邁進していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。